お疲れ様です、小倉先生。はい、お疲れさん。皆さんもお疲れ様です。みんな字幕つけて聞いてくれたのかな？字幕が役に立っていたら嬉しいです。うん、そうですね。今後もね、字幕を頑張ってつけるので、毎週土曜日にアップするので、あの、うん。楽しみにしていてください。じゃあ今日のね、リスニングテスト。今日のリスニングテストはこれです。本音と建前。はい。本音っていうのは本当に思っている気持ち。ん建前っていうのはそれを見せないでその気持ちを隠すことを建前と言います。この女の人がね、楽しそうに話しているけど、この男の人、この人小倉先生なんですけど、二つ顔があって、一つはね、楽しそうに話してる顔だけど、ねもう一つはちょっと楽しくなさそうな顔してますね。そうですね。楽しくなさそうですね。うん、どんなシチュエーションなのか考えながら聞いてみてください。じゃあ今日のリスニングテストを始めます。始めましょ質問。う。小倉先生はどうしてめんどくせえと思いましたか？今年もね、探している本が見つかればいいなと思って、うん、古本市に行った。年に1回の大きい古本市。いろんな古本屋さんをね、うん、見て回ってたんだけど、うん、うんうん、ああ、ないな。この古本屋さんにもないな。やっぱり今年もないか。あの本は珍しいからないかな。と、諦めかけていた時に、うん、古本屋のおばちゃんが、見てもいいよ。どうぞどうぞって言ってくれて。で、まあ、そのおばちゃんの古本屋の本を見てて、で、ふと本棚の上の方を見たんだよね。うん。あっと思ってね、その欲しい本、ずーっと探している本がね、たまたまあったんだよね。おーと思ってね、買っちゃいました。おー。うん、いやもうメキシコに来てからね、もうずーっと探してる本。あ、マジで8年ぐらい探してたんだ。そう。うん。すごいね。じゃあ奇跡だね。それは。そうそう。ラッキーだったね。8年もずっと探してる本が目の前にパンと現れて見つけうん、てうん。めっちゃ興奮するじゃん。そうわーって思って、おばちゃんにもちゃんと興奮を伝えた。実はこれずっと探してたんですよ。みたいな。おばちゃんありがとう。みたいな。う。は、言わなかったね。うん、言わなかったけうん。っど、そのおばちゃんに、どこの国から来たんや、君。て言わうん、れたんだ。そうそう。中国人か韓国人かいや、日本人です。メキシコに住んでんのか？はい。住んでうん。ます。住んで長いのか？そこから結婚してんのかとか。もし結婚するんだったら、メキシコ人と結婚してもいいのか？それは、宗教とかの問題がないのかとかね。おばちゃんめっちゃなんか聞いてくるね。そうそう。ああ、もうめんどくせえと思う。めんどくさい。時々あるんよね。わかメキシるわかる。まあでもね、コ。向こうもね、その会話を盛り上げるために質問してくれてるっていうのもわかるからね。でもまあちょっと、もう次の場所行きたいなってそう思そうそいなう。うん。がらね、会話そうそう。するっていうのもわかる。うん。でももうこういう会話はね、もうメキシコに来てからね、もう何回もしてるからね。タクシーの運転手の人とかにもね。まあね、うん。正直嫌です。嫌ですってここで言うの。うん。うん。特に嫌なのが、メキシコ人と結婚するのかとかね。あ、でも結婚するのかとか、そういう話は、うん、なんで知らない人に言わなきゃいけないんだろうとはそうそうそう思うんだけそうそうそう。ど、そう。で、これからもずっとメキシコに住むのかって、なんうん。かちょっとね、ほっといてほしい。ね。まあ素直な気持ちが出ましたけど、まあうわかるん。ね。うん。そまあね、向こうもね、なんか質問しなきゃって思ったりするんじゃない？だってさ、僕もさ、
あるよ。パーティーとか行った時に初めて会う人とかに、こんな質問別にしなきゃよかったって後で思うこと多いもん。うまあでもじゃあん。まあ、本が見つかって読み始めてんのその本は？うん、まだ読んでない。積んどくです。皆さんわかりましたかね？じゃあ答えをチェックしていきましょう。小倉先生、質問は何でしたか？小倉先生はどうしてめんどくせえと思いましたか？うん。じゃあ答えです。古本屋のおばちゃんがたくさん質問をしたからです。うん、そうですね。うん、結婚しているのかとかね。これからもメキシコに住むのかとか質問してきて、それがちょっとめんどくさかったということでした。じゃあ今日の表現です。会話の中でこの表現が出てきました。めんどくせえ。正しくは面倒くさいと書くんですが、話すときはよくめんどくせえと言います。めんどくさいは大変なことやしたくないことをしなければならないときに使います。小倉先生はどんなときにめんどくさいなと思いますか？晩ご飯を食べた後でお皿を洗わなければならない時。ああー、わかりますね。めんどくさいよね。他にうん。はある？例えばパスポートの手続き。あ、手続きはマジでめんどくさいね。うん。うん時間うんがかかるしね。うん。うん、そうですね。したくないなと思いますね。うん。で、一つ気をつけてほしいのが、めんどくさいっていう言葉は結構ネガティブなんですよね。ネガティブに聞こえるから、いつもこの言葉を使うと悪いイメージを与えてしまう。うん。だからまあ、本当に仲のいい友達と話すときとか使うといいんだけど、知らない人といるときとかに、いつもいつもめんどくさい、めんどくさい、めんどくせえと言うと、ちょっとネガティブなイメージになるから、使うときは気をつけてください。そうですね。じゃあ、会話の中では、こう言っていました。古本屋のおばちゃんにいろいろな質問されて、ああ、めんどくせえなと思った。まあ、本を買ってね、もう次の店に行きたいのに、たくさん質問をされたから、うん。もうめんどくさいという気持ちがありましたね。そうそうそうん。じゃあ、他の例を見てみましょう。もう漫画読んでるんだったらちょっとゴミ出してきて。う。めんどくせえな。何？もう一回言ってみ。いいね。いいお母さん役ですね。小倉先生。リアル、リアル。まあ、これもね、日本のお母さんと息子のなんか、会よく話のね。あるね、日常の会話って感じがしますね。リアルでうん。すね。うん。じゃあ、次の例を見てください。宿題するのめんどくさいな。でもしなかったらまた先生に怒られるしな。はい。じゃあ、最後の例です。ねえねえ、部長がこの後みんなで飲みに行こうって言ってるよ。めんどくさいな。帰って呪術廻戦見たいのにな。はい、そうですね。まあね、部長もいい人なんだけどね、酔っ払うとちょっとめんどくさい。今日のビデオは皆さんどうだったでしょうか？会話のタイトルがね、本音と建前っていうタイトルだったんですけど、今日の会話の中で小倉先生の本音って何だったんですか？古本屋のおばちゃんの質問に答えたくなかった。うん、それが本音ですよね。本当の気持ち。で、うん。建前は、小倉先生はじゃあ何をしてで、いましたか？う建前。ん。その古本屋のおばちゃんと楽しそうに話していました。うん。それが本音と建前と言います。まあ別に日本人じゃなくてもね、みんなね、本音うん。と建前を使ってね、生きてるからね。じゃあ今日はこの辺で終わりましょうか、小倉先生。はーい。じゃあいいねとかね、押してくれると嬉しいので、ぜひおそうね。願いします。お願いします。じゃあ今日は終わります。ありがとうございます。はい。また来週。また来週。
ありがとう。